おはようございます。たかしです。本日は8月8日木曜日、ただいま8時20分。それでは本日のポンド円、そしてドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日は久しぶりの陽線でしたね。ここのところずーっと陰線、大きな陰線が連続しておりましたが、昨日は一度反発をしてきたというところです。ちょうどこのグレーのライン付近からの反発になっております。ただ、とは言いましても、昨日上髭も比較的長いんですよね。ですので、上昇したところは戻り売りをされているっていう現状ですね。基本的には強く下落してきているので、上がったところは売られやすいので、上がったところから売っていくっていう戻り売りスタンスが現在の相場です。ちょうど直近の下落にフィボナッチリトレースメントを引いておりまして、その 38.2% 付近が昨日意識されてきておりますので、ここから再下落して180円、この直近の安値付近ですね、その付近まで下落していくのかどうかっていうところを見ておきたいんですが、冷やしストキャスティクスずっと安値圏に張り付いてますね。今、ストキャスティクスが安値圏にあるってことは、基本的にはここから売っていくのは優位性がありませんので、そこはご注意ください。では4時間足です。4時間足分かりやすい動きをしてますね。今までずっと GMMA の青帯、この辺とかこの辺とかずっと意識されているのが分かりますので、GMMA の青帯付近からずっと下落をしてきております。そして昨日のこの上昇もちょうど今 GMMA の青帯付近で意識されて下落方向に動いてきているっていうのが現状ですね。ただしここ小さく1時間足で上昇トレンドを作っているんです。ここジグザグというこういう上昇トレンドを作ってますので、本日下落から再上昇していけるのかっていうところに注目です。先ほど言ったフィボナッチリトレースメント 38.2%、そして GMMA の青帯、ストキャスティクスも高値圏というところで、この下落の条件っていうのが比較的整ったところからの本日下落になってますので、この下落が直近の安値まで下がってこれるのか、180円付近まで下落してくれるのか、それとも1時間足の上昇トレンドで再び上昇していくのかっていうところを見ておきたいです。では1時間足です。先ほど1時間足で上昇トレンドと言いました。ここですよね。こういうジグザグという上昇トレンドを作っておりますので、この上昇トレンドが本日継続するかなんですが、今朝の下落で GMMA の青帯を下抜けてきてますよね。GMMA の青帯でサポートされているのであれば、ここからの上昇が考えられたんですが、もしかするとこのまま180円ぐらいまで、もしくはもう少し下まで下がっていく可能性は十分あります。1時間足上昇ターゲットは黄色ゾーンぐらいなんですが、ここまで上がらずに昨日下落してきております。今一旦 38.2% というこの黄色の点線が意識されてますので、本日上昇方向にトレードされるのであれば、まずは昨日高値を上抜けてからの方がいいですよね。直近ではこれ高値を切り上げてきてます。ここ、高値切り上げてきてますよね。そして安値も切り上げてきておりますので、一応1時間足では上昇トレンド中なんですが、先ほど見たように4時間足の GMMA がすぐ上にありますので、現在は4時間足での戻り売りポイントという風に考えられますので、ここから大きく下落していくのかどうか。そして今1時間足の上昇トレンドが継続する、つまりこの昨日の安値ですね。ここを下回らない限りは1時間足の上昇トレンドが継続する可能性がありますので、その辺を見ておくといいと思います。今はかなり分かりにくい相場になっておりますので、上昇目線で考える方は昨日高値を上抜けてからの方がいいですね。そして下落目線で考える方はちょうど今4時間足の GMMA にぶつかってますので、ここからの下落をイメージしておきたいです。ではドル円を見ていきましょう。ドル円も同じですね。ポンド円と同じく、これ過去の安値付近が今意識されているのがわかりますね。そこからの反発にはなってきているんですが、昨日もその前も上髭を出していてかなり上値が重いのがわかります。そして本日は下落から始まっております。ちょうどこのフィボナッチリトレースメントの 38.2% というラインが意識されているのがわかりますね。ここで昨日のローソク足の実態を止められてますので、ここから下落して再び140円付近までの下落になってくるのかっていうところを本日は見ておきたいです。ただ先ほどポンド円で言いましたように同じくストキャスティクスは安値圏にありますので、ここから下落に乗っていくのはあまり優位性がありませんのでご注意ください。では4時間足を見ていきましょう。4時間足もこちらポンド円と同じく GMMA 青帯からの下落になっておりますので、本日このまま下落していくのかどうかっていうところを見ておきたいですね。こちらもポンド円と同じく1時間足では上昇トレンドを作ってますので、この上昇トレンドが継続するかどうかに注目です。基本
本的には4時間足ずっと過去見てもわかりますように GMMA に接触して下落してきておりますので、今回も同じく下落する可能性は高いと考えておいてください。では1時間足です。ポンド円と同じですね。1時間足はこういう上昇トレンドを現在作ってますので、これが継続できるかどうかっていうところに注目です。こちらも GMMA の青帯を下抜けてきております。本日の下落で下抜けてきてますので、このまま下落していくのであれば、まずはここですね。昨日の安値144円付近を目指して下落していって、そこを下抜けると、ここから大きな下落、140円付近を目指す可能性がありますし、144円付近を下抜けられないのであれば、この上昇トレンドが継続していく可能性を考えておきたい。今、4時間足は下落トレンド、1時間足は上昇トレンドで、かなり分かりにくい相場になっておりますので、トレードは慎重にしていく必要があります。1時間足の GMMA の上で動いているのであれば、押し目買いでいいと思うんですが、今 GMMA 下抜けかけてますので、これ下抜けてくると上値は重くなってくると思いますので、そうすると4時間足の大きな下落になるかもしれないですし、今はちょっとここ瀬戸際ですので、ここでの動きもうちょっと見ておきたいですね。GMMA の青帯の上に乗せてくれば、そこから押し目買いで一旦考えておく。ただし、とは言っても4時間足の GMMA がすぐ上にあるので、上がったところは売られやすくなりますので、そこはご注意ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。